先ほどの話ですけど、基本的に私たち凡人はみんな自分のことしか関心がない。他の人に関心があるふりをして、他の人の喜びを喜びとして感じているふりをして、他の人の苦しいことを苦しいと感じているふりをしているだけです。まずここをちゃんと認めるっていうことです。それがいいとか悪いとかっていう話ではなくて、そうなんだっていうことを認めるっていうことですね。で、そこを感じられる、他の幸せ、人の幸せ、人の痛みっていうものを感じられるようになりたいというのであれば、幸せを自分も同じように感じるということが唯一の方法なんです。わかります？他の人が幸せっていうのを自分の幸せと感じられようとしたら、その人と同じような幸せを体験してない限り自分の感覚で感じられないじゃないですか。でもですよ、でも難しいのは、幸せってなかなか体験できない気しません？幸せってね、幸せを体験しろって言われて、幸せを体験するって結構ね、普通の人って難しいんですよ。わかりますか？幸せ体験してきてくださいって、例えばクラスでね、授業でこれから幸せの体験、幸せを感じる練習します。皆さん1時間あげるから街に出て幸せを体験してきてください。なんか体験できますか？っていうぐらい、実は私たちは幸せっていうものをどこに行ったらどうしたら体験できるかっていうことを知らないんです。そんなことないです。いつでも幸せ体験しに行くことできるって人いますか？わかりました。じゃあ幸せ3つぐらい体験してきますとか言って、幸せとか、一応言ってるだけで、もっと言うと幸せって何ですかっていうこと、もし聞かれた時に、わかりました、私幸せなの2時間ぐらい語れますよっていう人どんだけいますかっていうことです。実は私たちは幸せっていうことを言葉に聞いて、人の幸せとか自分の幸せだけど、自分の幸せって何って言われた時に、自分の幸せっていうものは何かってこともないっていうことに気づくんです。当然知らないものを共感しろって無理ですよね。体験したことないものを共感しろって無理ですよね。なので、もし幸せを体験したいのであれば、私は痛みと苦しみをとことん体験しなさいっていつもアドバイスをします。痛み経験ありません？もしですよ、腹痛を感じたければ、皆さんアイデアありますよね。牛乳1リットルぐらい飲むとか、ちょっとカビの生えたまんじゅう食べてみるとか、なんか結構下痢になるの簡単じゃないです？すっごい痛いですよね、痛み。うわー痛いって。私たちは日常生活の中で痛みって結構経験してるんですよ。苦しみって経験してるんです。みんな痛み持ってますよね。だから実は幸せっていうものを体験している人っていうのは実は少ない。体験してるかもしれないけども、それを幸せって感じてる人は少ないんだけど、痛みとか苦しみならいっぱい見つかりませんか？多分それを挙げてくださいって言われたら5個ぐらいちょっと今まで痛かった経験を挙げてください。もうあんな痛い思いしたくないっていうぐらいの経験はありませんか？で多分いくつか上がると思います。3つとか4つでも。それは経験してるんです。でもこの痛いっていう経験っていうものを、痛いっていうことをしっかりと感じて、それをしっかりと自分の中に刻み込んだ人、今度からテレビで事件聞いた時にね、誰々でどこどこで事故がありましたって、いやー昔骨折してそういえば痛かったな、骨折でこんだけ痛いんだから、あんだけ全身骨折ってたらよっぽど痛いだろうなっていうことは経験できるんです。体験できるんですね。で実はこれが幸せを感じるということの第一歩です。人の幸せを感じるんじゃなくて、人の幸せを自分の幸せのように感じたいと思えば、まず人の痛みを自分の痛みとして感じられるっていうことを鍛えた方が鍛えやすいし分かりやすいということなんです。でもみんな痛みには目をつぶって一生懸命幸せを探そうとしちゃうんです。痛みっていうのは避けることができないし、みんな経験するので、痛みっていうのをこれから来たらね、痛いな、痛って思ったら、
誰かが痛いって言ってることをほっとけないはずなんですね。さて、処方箋の1個目、みんな自分のことしか考えてない。自分だけが嫌な思いを避けていい思いをしたいと思ってる。ね。でも人の幸せ、人の痛みっていうものを自分のことに感じられるような感受性豊かな人間になりたいと思うのであれば、人の痛みが自分の痛みとして感じられるっていうところのアンテナをまず立ててみるっていうのが一つ、ね、提案です。で、2個目、処方箋なんです。幸せの定義というものを知っていただきたいと思います。人の幸せというものを自分の幸せに感じられるのであれば、幸せ何か。幸せっていうのは一言で言うと、自分の今の生き方についての納得なんです。あ、私は今の自分の仕事に納得してる。私は今自分の家族との関係に納得してる。私は今自分の行っている仕事のパフォーマンスに納得をしてる。100% 納得ができたら自分初の幸せなんです。他の人が稼いでるとか他の人が頑張ってるとか関係なくて、自分なりの 100% の納得度合いイコール自分の 100% の幸せなんです。隣の家に住んでる人が年収1億円の社長であって、自分は年収300万円のサラリーマンでも、自分が納得をする仕事をしてて納得をする働き方をしてたら、隣の人が幸せで自分が不幸ってことはないんです。わかります？なので例えば誰かがこういうことで結婚したんだよって、ね、自分もし結婚をしてて誰か結婚したんだって、おおそうよかったねって、よかったねって本当に本心から言える人は、自分が 100% 自分の結婚に納得してるからよかったねって言えるわけです。これが自分が満足している結婚をしてなかったらよかったねって言いながらうちの家庭と比較するわけですよ。わかりますか？これがみんなの不幸の原因です。幸せになれない原因なんです。で、他の人の一見よく見える幸せというのを見ながら、自分と比較してあっちの方は幸せだ、私は幸せじゃないっていうことをどっかで感じてしまっているので、誰かが幸せっていう話を聞くとよかったねって言いながら畜生って思うわけで、それが私たちの心の仕組みなんです。別になんか奥さんの顔がなんか奥さんが8頭身じゃなくてもいいじゃないですか。自分が納得してたら、自分が納得する夫婦関係を作ってたら、自分が納得する子育て子供との関係を作って、自分が納得する仕事をして、自分が納得をする働き方をして、自分が納得をする生き方をしてたら、他の人のよかったっていう話が、そうよかったね、俺もよかったよって、俺もなんかね納得する生き方してんだよって言って、もう平等に喜べるわけですよ。でもどこかでこう優劣を作ってしまってると、これは不幸なんです。お金がたくさんあるとか、大きい家に住んでるとか、なんかこう人から称賛されてるとか、なんかアルバムの売り上げが何万枚、彼は100万枚なのに私は80万枚しか売れてないとか、そういうことじゃないです。納得をする作品を出せてるってことが幸せですよね。なのでどんなにお金持ちでも自分は幸せでないって言ってる人は、お金はたくさん入ってるけど自分は納得してないっていうことなんですね。とにかく幸せっていうものの定義を知っていただきたいんです。自分の納得。じゃあ幸せを追い求めるっていうのはどういうことかって言ったら分かりますよね。自分が納得する言葉をしゃべり、自分が納得する行いをして、自分が納得する生き方をするってことなんです。誰でも幸せになれるって分かりますか？ということなんです。で、自分が幸せっていうものの片鱗をつかんだら、他の人の幸せっていうのを手放しで喜べるようになるってことです。金額の差でもなし、生まれ育ちの差でもなし、自分の納得度合いの問題なんです。で、ここをビシッと定めてください。きっと人の幸せというのは分かるようになります。ぜひ幸せの分かる、そして人の痛みの分かる
っていう人に私もなりたいと思うし、皆さんもそういう生き方を求めて、精進していけたらいいなと